おはようございます。ケンです。今日はテスラのロボタクシー戦略が大きな分岐点に差し掛かっているという話をしていきたいと思います。結論から言うと、今のテスラは外から見ると後退しているように見える場面が増えていますが、僕はこれを後退ではなく次のステージへ移行するための静かな助走だと考えています。特にオースティンでのロボタクシー台数を当初予定していた500台から実質60台ほどに縮小した件は単なる失敗ではなくって無人化を最優先にするための意思決定だと僕は見ています。では最初に状況を簡単に整理していきます。テスラは今年からアメリカの一部の都市でロボタクシーの実証運行を始めています。ただしまだ完全に無人ではなく、全席には安全ドライバーあるいは安全モニターと呼ばれる人が座っています。当初、イーロン・マスクさんは年末までにオースティンで500台のロボタクシーを走らせると言っていました。しかし最新の発表では来月台数をラフリーダブルにするとだけ述べています。つまり現在30台前後の台数を60台に増やす程度にとどまり、当初の500台の目標とは大きな差が生まれてしまっています。この数字だけを見れば大きく遅れているとか、また目標を修正したと言われても仕方ありません。しかし、ここに関して僕は一点決定的に重要な視点があると思っています。それがテスラが今取り組んでいる安全ドライバーの完全排除というプロセスです。これは単なる人数の削減ではありません。ロボタクシーというビジネスモデルは安全ドライバーが乗っている限り利益構造が成立しません。無人化でなければいくら台数を増やしても意味がない。だからテスラは台数を増やすより先に安全ドライバーをシステムから取り除くことに全力を注いでいると僕は見ています。実際にその兆候はアプリのアップデートからも現れています。最新バージョンのロボタクシーアプリには車内カメラの分析や音声検出の分析などキャビン内部のデータを遠隔から取得して処理する機能が追加されました。これは安全ドライバーがいなくても乗客の行動や緊急時の状況をテスラ側が把握できるようにするための仕組みです。また、過去には安全モニターが乗車中に居眠りしている映像も SNS で出回るなど、人間による安全監視の限界も露呈し始めています。そうなってくると、人間を信頼するモデルから完全にシステムに任せるモデルへ移行する方が、結局は安全性が高くなるという判断も見えてきます。ここまでを踏まえた上で、僕が注目しているのは、テスラが量より質、この方向へ路線変更しているという点です。つまり、今年中に500台を走らせることよりも、1台でも多くの完全無人ロボタクシーを正しく動かすことの方が重要だと判断している。これは外から見ると後退に見えます。しかし企業戦略としてはむしろ正しい。もし年末に60台しか走らないとしても、その60台が完全に無人で動いているなら、それは500台を安全ドライバー付きで走らせるよりはるかに価値があるからです。一方でテスラの自動運転にはもう一つ別の問題も浮上しています。それがペローネロボティクスによる特許の訴訟です。ペローネ側はテスラの自動運転システムが自社のロボティクス OS 特許を侵害していると主張して訴えを起こしています。特許内容を見ると確かにロボット制御の基盤技術に関するものが多く、経路計画やセンサーの統合など自動運転の根幹に近い部分が含まれています。しかし僕はこの訴訟自体はテスラの長期的な成長性に大きな影響を与えるとは考えていません。むしろこの訴訟が起こるという事実そのものがテスラの自動運転分野の影響力がどれだけ大きくなっているのか、これを物語っていると思います。さらにハードウェア面ではエレクトレックが報じた AI4 と NVIDIA のトールの性能比較も注目されています。ここで話題になったのは AI4 の推論性能や CPU アーキテクチャがトールに比べて大きく劣るという点です。特に AI4 の ARM Cortex A72 は旧世代でトールの Neoverse V3 に比べると処理能力に大きな差があります。これを受けてテスラは自動運転用チップで競合に遅れているという声も出ています。
ただ、この点に関しては僕は少し違う視点で見ています。テスラにとって最も重要なのは、車両内のチップ性能ではなくって、クラウド側の AI 学習能力だからです。テスラはすでに数百万台の車から日々データを集め、それを巨大なデータセンターで FST の学習に使っています。一方で NVIDIA のトールは高性能ですが、それを使うメーカーはそもそも走行データがほとんどありません。つまり車載チップの性能は確かに大事ですが、本質的な差を生むのはどれだけのデータを持っているのかという部分になります。テスラはそこが圧倒的に強い。だから AI4 の限界が表面化してきたとしても、これは短期的な問題で、長期ではデータの優位性が競争を決めると僕は考えています。また、投資家の間でも今回の動きは敏感に捉えられています。みずほが目標株価を485ドルから475ドルに引き下げました。理由は EV 市場の鈍化や補助金の縮小など短期的な逆風です。しかし、レーティング自体はアウトパフォームを維持しています。つまり、テスラは短期的には厳しい局面にあるけれど、中長期では依然として大きな成長余地を持っているという認識です。僕もまさに同じ見方で、短期で EV 市場が鈍化しているからこそ、テスラは AI 企業として再評価されるタイミングが近づいているとも思っています。では、ここから僕が考える未来シナリオを3つにまとめてみたいと思います。1つ目は、ロボタクシーは無人化の実現が最優先になるということになります。つまり、台数を増やすのではなく、とにかく無人で確実に走らせる。このフェーズをクリアできれば、一気に量産フェーズに入ることができます。2つ目は、AI チップ戦略は、社内中心からクラウド中心へシフトするということになります。車載チップの性能の議論は重要ですが、最終的にはクラウド側の AI 成長が勝負を決めます。3つ目は、株価は EV 企業ではなく AI 企業として再評価される可能性が高いということになります。特許の訴訟や市場の逆風はあくまで短期のノイズで、テスラの本質は自動運転、ロボタクシー、ロボットという AI の領域にあります。最後に今日の話を受けて一つ質問を置きたいと思います。皆さんはテスラのロボタクシーが完全無人化にするタイミングをいつだと考えますか？2026年でしょうか？それとも2030年以降になってくるのでしょうか？そしてテスラ株を評価する基準はこれからも EV の販売台数なのか、それとも AI とロボタクシーの収益化なのか、この2つの視点がこれからの投資判断を大きく変えると僕は思います。ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。では本日のコメントこちらを紹介します。本日は斉藤さんのコメントを紹介します。現時点で各社は FST の未来性を受け止めていないか、受け止めたくないのでしょう。高性能アクチュエーターを開発すれば、テスラの FST は対応可能なんではないでしょうか。カメラも各社に搭載方式を取れば、取り付けという方法でできると思います。EV 車は人型ロボットと違い、3つの関節をコントロールできればいいわけです。ハンドル、ブレーキ、アクセルですね。カメラの位置はプログラミングで補正できると思います。やる気さえあればできると思います。イーロンが呆れて起こる理由はここにあるのではないでしょうか。もちろん他社の車に FST を整合させるためには、それなりの技術や手間は避けられませんが、自動車会社として生き残るためには、このくらいの覚悟は必要だと思いますというコメントをいただいております。ありがとうございます。ほんとこちらおっしゃる通りだと思います。テスラの事例から自動運転をどこでも走らせようと思ったら AI の力が必要なわけで、そのためには莫大な投資とデータが必要です。それを踏まえると、将来的に自動運転が当たり前の世界になるとしたら、果たして各メーカーはそれだけの投資ができるのか、またデータを取れるのかという問題に直面すると思います。それを踏まえると、今のうちからテスラと一緒に取り組んだ方が全ての面において僕は早いと思いますけれど、このあたり皆さんどうでしょうか？
はい。ということで最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は上昇し、現在422ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。さて、僕自身ちょうど1年前にオンラインサロンブレイクを立ち上げました。そこでの活動を今年してきましたが、参加された方の人生は今大きく動いていると思います。と言っても、僕の感想なんかでは信憑性もないので、サロンのメンバーの方にコメントをもらいましたので紹介します。ケンさん、オンラインサロン1周年おめでとうございます。私も初期の頃から参加させていただいており、毎回のサロンで皆さんと交わす会話をとても楽しみにしております。物事の考え方というものは、同じ価値観の人同士で話していれば心地よく、自己満足も得られるものです。しかし一方で、心地よさだけでは成長につながらないとも感じています。ケンさんのサロンでは様々な立場や価値観の方々が自由に意見を交わし、いろいろな角度から物事を見ることができる場となっており、毎回新たな発見があります。その中で自分自身のポテンシャルを高めるきっかけにもなっていると実感しています。また私は人前で話すことが好きで、つい話しすぎてしまうところがあるのですが、このサロンでは皆さんの話をしっかり聞くといういい学びにもなっています。新規サロン生募集についてのご意見も出ておりましたが、近年は多数のサブスクに加入している方も多く、サロンのサブスク費用が参加のネックとなる可能性もあると感じます。そのためゲートウェイとして2ヶ月限定 50% オフなどの施策を試してみるのはいかがでしょうか。定価を恒久的に下げてしまうと望まない層の参加にもつながる恐れもありますので、あくまで期間限定で価格を下げ、終了後は元の価格に戻すという形が望ましいと思います。より多くの前向きでポジティブな方々が参加してくれれば、サロンはさらに面白くなると感じております。取り留めのない羅列となってしまい失礼いたしました。またサロンでお話しできるのを楽しみにしております。ではまたということでありがとうございます。このコメントにもあるアドバイス使わせていただきたいと思います。今月いっぱいまで募集したいと思いますけれども、参加された方に限り12月と1月のサロンの値段を半額の2500円にさせていただきます。12月は東京でオフ会もしますので、ぜひ気になる方は一緒にやっていきましょう。多分普通に人生は変わると思います。このコメントをくださった方は多分それを実感されていると思います。今はサロンを通じてある事業を開始してガンガン動いていらっしゃいます。これからの人生、たった一度の人生なんです。このままでいいのか、もっと違う人生を歩んでみたい、そう思われる方向けのサロンですので、そう思う方はぜひ僕と一緒に人生を変えていきましょう。今月いっぱい募集したいと思います。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。